貧乏暇なしってあんたのことじゃん。げっそり疲れた顔してんもんね。出張からの帰り道、新幹線での移動中、偶然に再会した高校時代の元カノが僕を指さして笑う。僕を貧乏人だからという理由で振った彼女は20年が過ぎても全く変わっていなかった。彼女は大手 IT 企業で働いてすでに結婚したそうで、そのことを鼻高々と話し、僕のことを見下してくる。仕事帰りで疲れているというのに、なんでこんな目に遭わないといけないのか。僕がうんざりしていると、そこに乗務員の切羽詰まった声が響き渡った。そして、その後のまさかの展開で、元カノは赤っ恥をかくことになったのだ。僕の名前は新山春人。高校を卒業してから家庭の事情もあり、地元の中小企業に入社していた。高校に入学したタイミングで両親が離婚して母に引き取られ、もともとそこまで贅沢できていなかった家庭だったというのもあり、僕の生活は世界的に貧乏生活と言われる部類のものだった。僕自身は特別困っていたわけではなかったが、クラスメートが学校終わりにカフェに行ったりするのには積極的についていけなかったのだ。それでも自分でアルバイトして稼いでいたから、使いたいところにはお金を使えていたのは頑張っていたと思う。高校を卒業したら奨学金を借りながら大学に進学しようと、授業終わりにも勉学に励んでいた。そんなある日、一人親の母が通勤中に事故に遭ってしまった。手術は成功したが、かなりの期間リハビリが必要という診断になってしまう。母が生活を支えてくれていた分、今度は自分が支える番だ。そう思った僕は進学を諦めて就職することになったのである。普段から勉学に励んでいたこともあり、学校からも推薦状を出してもらって地元の中小企業に就職が叶った。就職先は僕の家庭の境遇をよく理解してくれていて、母の通院の時は通院を優先させてくれた。さらにはその分を埋めるようにフレックスタイム制度を導入してくれたりと、働き方も柔軟に対応してくれたのである。前々から変えたいとは思っていたんだよ。でもなかなか踏み出せなくてね。ハルト君のおかげでその一歩が踏み出せた。感謝してるよ。感謝してるのはこちらの方です。お気遣いいただき本当にありがとうございます。よくしてもらっている分、何としても早く一人前になろうとがむしゃらに頑張っていたのを今でも覚えている。あれから20年の月日が経った。僕は今新幹線の中にいる。今では仕事で任せてもらえる量もかなり多くなり、出張がとにかく増えた。移動はだいたい新幹線でしていて、週に1回は乗っているのではないだろうか。普段は支給されている金額のまま乗れる普通席で移動しているのだが、ちょっとだけ贅沢したくなる時もある。今日はいつも以上に仕事頑張ったとか、今日はとにかくゆったりしたいと思う時は、自腹で追加料金を支払ってグリーン車に乗ることにしている。今日は前車だったから、僕は堂々とグリーン車に乗り込んだ。足が伸ばせて広々とした空間に僕はテンションが上がった。グリーン車に乗って移動しているなんて、高校卒業の頃の僕が想像できただろうか。そう思うと過去の記憶に思いを馳せてしまったわけである。グリーン車に乗るときはとことん贅沢するって決めていた。だからこそ今日はちょっといい幕の内弁当とビールを用意していた。ハルトじゃない？さあ、これから粛々と宴でも始めますかとお弁当を開けようとしたとき、横の座席にやってきた人に声をかけられた。声の方向を見て僕は思わず目を見開いた。高校の頃の同級生で当時付き合っていたマヤだったのである。マヤの風貌は変わっていたものの、雰囲気は当時のままだったからすぐに分かった。久しぶり。元気そうで何よりだよ。それぐらいしか話すこともないだろうし、僕は当たり障りのないことを言って幕の内弁当に集中しようと思った。だけどマヤはそう思っていなかったようだ。
なんであんたみたいな貧乏人がグリーン車に乗ってるの？ああ、そういえばそうだったな、と僕は思い出した。当時、そこまで贅沢はできていなかったが、使いたいところにはお金を使えていたというのは、マヤに対してだった。高校生ではあるものの、デートの時に彼女を楽しませたいという気持ちは人一倍強かったから、彼女の要望に僕は全て応えていた。今度ここ行きたい、あれ欲しい。彼女の無邪気さに僕も笑顔になれたし、強要されていたとも思わなかった。家庭の事情により高卒で就職することになった時、僕は家族も支えて、将来は彼女に堂々とプロポーズできるように仕事を頑張ろうと意気込んでいたのだ。でも現実は想像とかなり異なる展開を迎えた。やっぱり貧乏な家の人は貧乏なままなんだよね。もう別れよ。え？ずっと我慢してたけどやっぱ無理。住む世界が違う人とはやっていけないわ。好きな人からまさかこんな言葉を聞く日が来るとは思っていなかった。私は貧乏になりたくないから。じゃあね。卒業式の日に嘲笑いながら言われた時と、今のマヤは同じ表情をしていた。夜行バスで十分すぎるくらいでしょ。グリーン車って笑えるわ。マヤ、どうしたの？マヤの後ろで男性がいぶかしげな表情でこちらを見つめてくる。ああ、高校の時の元彼、前に話してた貧乏の。ああ、あの人か。どうも。どんな話してんだよと思わず突っ込みそうになったが、ここで荒げてしまっては彼女たちの思うツボだと思った僕は軽い会釈で済ませた。あんたまだ地元に住んでんの？地元で暮らしてるよ。最悪。新幹線ずっと一緒じゃん。最悪なのはこっちのセリフだ。せっかく贅沢に幕の内弁当をたしなんで優雅な時間を過ごそうとしていたのに、まるで台無しだ。僕の思い描いていたひとときは完全に打ち砕かれたのである。マヤは聞いてもいないのに、今に至るまでの近況をひたすら語り出す。その声はとても大きくて、周囲の人のことも考えていないんだなと思うと呆れてしまう。夫も注意しないのかと疑問に思ったが、隣を見てみると誇らしそうな笑顔でその話を聞いているのだ。住む世界が違ってよかったと心の底から思った。マヤは有名私大を卒業後、大手 IT 企業に就職してキャリア組の一員として仕事に励み、社内恋愛を経て今の旦那と結婚生活を送っているそうだ。夫は年が近いが、すでに課長として働いていて、給料もかなり良いという。聞いていないのによくそこまで社内のことをペラペラと話せるなと思ったが、とにかく僕よりいい旦那と一緒になれたことを自慢したいようだった。あんたみたいな冴えない地元の企業で働いているのと違って、うちの旦那は桁違いで優秀なの。将来の役員候補なんだから。ねえ。恥ずかしいよ。でも、マヤの隣にふさわしい人間であることは自信を持って言えるよ。嬉しい。聞いた？今すぐこの席から離れたい。もう普通席でいいから粛々とした時間を過ごしたいと思う。周囲の人もあからさまに咳払いをしたり、お手洗いに移動する際にこちらを見てきたりと困りきった表情を見せていた。僕でさえうるさいんだ。第三者からしたら迷惑以外の何者でもない。マヤたちはそんな周囲の様子を全く気にする様子もなく話を続けていた。ねえ、さっきから話し相手になってあげているってのに、なんでそんな態度なわけ？そのことに今しかないと思った。疲れているんだ。ほっといてくれ。あと静かにしてくれ。周りの人にも迷惑だろ。要点だけをまとめて話した僕は逃げ出したい気持ちでいっぱいだった。疲れてるって笑った。貧乏暇なしってあんたのことじゃん。げっそり疲れた顔してんもんね。大半はこのグリーン車に乗り込んでからの疲労だというのに、そんなことも知らずにまたしてもマヤは話し続ける。日本語が理解できないようだ。うちら休暇で高級ホテルに泊まってきたの。すごいリフレッシュしたし、夜景の見えるレストランは圧巻だったし、本当に最高だったわ。
本当に綺麗だったね。マヤにぴったりだったよ。だよね。あんたには一生できない旅行だわ。あ、そうだ。写真見せてあげようか。貧乏人がこんな景色見ることないでしょう。優しいね。本当にこんな貧乏人と別れてよかったな。マヤの発言に旦那までエスカレートして暴言を吐いてきているこの状況は地獄でしかない。うんざりして頭痛がしてきた。その時だ。どなたかこの中に医者の方はいらっしゃいませんか？ドラマでしか聞いたことないような言葉が前方の座席から聞こえてきた。体がとっさに反応する。医者です。どうなさいましたか？僕は思わず立ち上がってほぼ反射的に駆けつけた。待って、なんで駆けつけてるの？ドラマの見過ぎじゃない？マヤたちの嘲笑う声が追いかけてきたが、そんなものを気にしている暇はない。こちらの男性が車内販売で回ってきたところ、急に倒れ込まれたんです。机を見ると、僕が買っていたお弁当と同じものが置かれていて、食べかけの状態だった。箸が置かれている先を見ると、煮物を食べていたようだ。誤飲の可能性が高いです。処置するので、スペース空けてもらってもいいですか？乗務員も協力して移動販売のカートをすぐ別の場所に避けてくれたから、僕はこのお客さんの荷物を手際よく避けた。誤飲といっても適切な処置が行われないと一気に救急送りになる。ゆっくり席をしてください。僕は前屈姿勢にしたお客さんにそう声をかけながら背中をさすった。何度か席をしているとお客さんの呼吸が深くなったように感じた。よかった。これで大丈夫そうです。喉に詰まっていたのだろう煮物がコロッと転がってきていたのだ。気づけば辺りの人たちは一堂にこちらを見ていて、前たちも例外ではなかった。ことが落ち着いたことを知ると安心して席についていく人々がほとんどだったが、前たちは逆に近づいてきた。何あんた、医者ごっこして楽しいわ。ってこれどういうこと？マヤの後をついてきた夫もこちらを見て顔面蒼白になっている。処置をしたことをまだバカにされるのかと思っていたが、二人が見つめていたのは僕ではなく、僕が介抱をしていたお客さんの方だったのだ。お客さんもマヤたちに顔を向けて眉根を寄せる。さっきから永遠と人をバカにする言葉が聞こえてきて腹が立っていたんだが、まさか君たちだったとはな。二人は青ざめたまま言葉が出ない様子だった。助けてくれてありがとうございます。この二人の会社で役員をしているものです。あなただよね。さっきからこの人たちに心ない言葉を浴びせられていたのは、私からもお詫びさせてほしい。本当に申し訳ない。話を聞けば、役員だけでなく、二人が所属している部署の直属の上司でもあるそうだ。困っている人を助けてくれる命の恩人に対して、君たちはなんて言葉を。それに公共の場所であることもわきまえずに。うちの会社の恥だ。処分は確実に下すから覚悟しておくように。そんな、いらっしゃるなんて思っていなかったから。いなかったら何をしてもいいのか。違うだろ。ふざけるのもいい加減にしろ。マヤの子供じみた言い訳に役員は低く小さめな声でいさめた。なんであんたに医療の知識があるわけ？苦々しげにマヤが言う。マヤが驚くのも無理はない。僕のことを高卒で地元の中小企業に入社したしがない社会人だと思っているからだろう。実際途中まではそうだったが、状況は変わった。昔から医者になるのが夢だったのだが、入社して働き出してからも長年の夢を諦めきれなかったのである。当時の社長にこのことを相談したら、さらにフレックスタイム制度を存分に活用したらいいと、学校に通いながら働くことを了承してくれたのだ。僕は働きながら猛勉強して医学部に合格。その努力に当時の社長も感服してくれたらしく、仕事の量は減らしながらもアルバイトとして僕を雇い続けてくれたのだ。ハルト君が医者になってくれたら、わしが体調を壊した時にいつでも見てもらえるからな。安心が増える。がはは。
社長はこう言いながら僕に気を使わせないように夢を追いかけさせてくれていた。おかげでバイトは掛け持ちしていたが、なんとか生活しながら大学に通って無事医師免許を取得するに至ったのである。免許取得後は正式に会社を退職し、今では地元で一番大きい大学病院に勤務しながら、地方の病院で応援要請があるとすぐに駆けつける医者として働いている。後日一度診察に来てください。念のため検査しておきましょう。僕はそう言って名刺を役員に差し出した。その名刺を見たマヤたちは、その表記に大学病院と書かれていることに衝撃を受けて、僕を見ては何も言えない様子で目を見開いていたのである。夢である人の命を救える仕事ができているんだから、貧乏人って言われたって何とも思わないよ。ちょっと強がって発言したこの言葉が辺りにも聞こえていたらしく、グリーン車中から拍手が湧き上がってきた。一方でマヤとその旦那には皆冷たい視線を向けている。二人は辺りを見渡しながら気まずそうな様子で足早に席に戻っていった。それからはさっきからは想像もつかない静寂に包み込まれた車内で、僕はお弁当を食べたのである。先日は本当にありがとうございました。喘息持ちだったので、あのまま助けてもらえてなかったら危なかったです。後日、検査で病院に足を運んでくれた役員と話をしていて、改めて感謝された。誤飲といってもかなり危険ですからね。早めに処置できてよかったです。あの煮物美味しかったですけど、大きすぎますね。本当に大きすぎました。美味しいからつい一口で食べてしまったのが良くなかったです。僕も同じものを食べていたから、誤飲の原因になった幕の内弁当を話題にして笑い合うことができた。あの二人は降格処分で平社員になり、地方の出張所に異動になりました。かなり厳重な処分をされたんですね。僕が想像していたよりも重い処分に思わずびっくりしてしまう。あなたが罵声を浴びせられているところが撮られていたらしく、あの後 SNS で拡散されましてね。ネットであっという間に会社も特定されまして、モラル的にも厳重に処分を下そうという結論に至りました。今の社会は怖いんだなと僕は思わずため息が出た。ネットはあまり見られないんですか？はい、医学的な内容のものは見るようにしてるんですけど、 SNS 系は全く。その間にも勉強できますからね。あなたって方は本当に珍しい。その勉強熱心なところをうちの社員たちも見習ってほしいくらいですよ。役員が笑いながらそう言うが、僕は一つ訂正したかった。モラルのなかった二人には持ち合わせていないかもですが、あなたの会社にも必ず勉強熱心な社員がいるはずです。僕でなく、その人を見つけて評価してほしいです。確かに、あなたの言う通りだ。決めつけは良くないね。とにかく、ありがとう。本当に助かった。では私はこの後会社に戻らないといけないから、失礼するよ。そう言って、役員は診察室を後にした。患者さんから感謝してもらえるのは、この上なく嬉しい。でもおごってはいけないと思っている。気を引き締めて次の患者さんを迎え入れる。入ってきたのはかつてお世話になった会社の社長だ。術後の調子はいかがですか？先生に社長って言われるとやっぱり変な感じだな。先生がしっかり手術してくれたおかげでバッチリ回復しとる。それは良かったです。でも油断は禁物ですからね。じゃあ検査結果を確認していきましょうか。今目の前にいるこの社長が後押ししてくれていなかったら、今の自分はいない。この人からもらった恩を少しでも多くの人に治療として返していけるように、僕は今日も診察に励むのだった。